皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の10月の21日月曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、日本時間の夜の10時40分ということで1時間40分ぐらい遅れました。申し訳ありません。なんかパソコンのですね、具合が悪くてなかなかメールの方で放送の台本はできたんですけど、その台本をこのパソコンにですねメールで、伝送してるんですね。そのメールがなかなか遅くて、なかなか見れないということで、30分ぐらいかかりましたね。申し訳なかったです。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、米国傀儡政党自民党が戦後70年間以上にわたって日本の政治を独占支配できた10の理由というのが今日のメインテーマなんですね。ということで今日のワイワイニュースライブ通算で2871回ということで、いつものようにツイキャステレビの媒体を使って一元放送をしてます。今のところ映像も音声も問題なく配信されているということです。ということで先週の金曜日ですね、金曜日のメインテーマ、これは何かというと、2013年以降この6年間にアベノミクスという名で総額700兆円の財政出動と金融緩和を行った安倍晋三首相と黒田日銀総裁よと3つの素朴な疑問に答えよと、答えてみろというのがテーマだったんですけど、それをYouTube 向けの表紙にですね、こういうふうに安倍晋三と黒田日銀総裁の写真と、それから答えてみろということで、アベノミクス、財政出動、金融緩和と、こういう表紙を作ってもらいました。で現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが445名様、YouTube が1321ですので、合計で1766名ということです。次にですね、先週の土曜日予定だったんですけど、台風19号のおかげでですね、中止になった第24回、熱港勉強会、これを今週の土曜日10月の26日午後5時から7時の間に開催して、ワイワイニュースライブで、ライブ中継するというご案内です。で今回は、統一テーマ、毎回統一テーマは一つだったんですけど、今回は各パネラーが自分のテーマを話すと。最初の1時間の間に4人ですから、1人15分ぐらい要点を話すと。で後半の1時間でパネラー4人がですね、自由にフリートークするという形式に、初めてですけどやろうということなんです。で各パネラーのテーマですけど、天野さんが消費増税の意味とは何かと、あるいはシリア情勢みたいな、時事的なテーマを話したいということなんですね。から大津恵子さんが首相には衆議院解散権はないんだという、私が毎回しつこく言ってるこのテーマ非常に重要なんで、大津さんの方からも問題提起してもらいたいということですね。から三角正さん、権力による関西生コン弾圧の真相とは何かと、これ前代未聞なんですね。戦後の民主主義を全面的に否定すると、組合活動、当然憲法で保障されると、あるいは労働組合法で保障されるということを警察権力が合法的な組合活動を威力業務妨害だという、いわゆる一般犯罪の方に、をでっち上げて、逮捕・起訴するということが公然と行われてるんですね。そのことに関して、三角さんが
現在行われていることはまさに戦後の民主主義、戦後の労働者たちが勝ち取ってきた既得権を全面的に否定するものだという最悪の権力による弾圧なんだという点を、話すということなんです。そして私は安倍晋三自公ファシスト政権を打倒すると、そして市民革命政権を自立するにはどうしたらいいかという、今後5年10年の間に是が非でも日本でですね、自公ファシスト政権を打倒して、市民革命政権を自立するという大きな目標がありますんで、それに関して話したいということですね。ということです。そして今日の画像ですけど、今日の画像は123 4枚か。で、今日のメインテーマに関わる最初の画像はメインテーマの中で取り上げますけど、東京新聞が毎回ですね、安倍政権は殿下の宝刀を抜くんだということで、野党は戦々恐々としていると、いつ抜くのかというような記事をですね、書いてるんですね。で、年内解散クエスチョン、野党ピリピリと、衆議院明日任期折り返しという、これは昨日付ですか、10月20日付東京新聞、この記事の中に出てきたいわゆる衆議院解散をめぐる当面の主な日程というこれリストなんですね。そして10月の明日ですね、即位礼正殿の儀という、まさにこれ宗教行事ですよね。憲法で禁止されている宗教行事を公然と行うというのが明日のこの行事ですね。憲法第20条ですよ。20条の第3項、国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的なこれなんだ、活動をしてはいけないと。当然ながら天皇のこのような天皇に即位するという儀式を宗教的な行事として、神道にのっとった行事としてやるっていうのは、もう憲法第20条の第3項に明白に違反するんですよね。ということで、これですね、大詳細で、第1の衆議院の解散の可能性っていうのは、この11月14、15に大詳細っていうのは、まさにこれこそも神道に基づく、宗教行事そのものですよね。それが終わったら衆議院を解散する可能性が第一にあると。から第二の可能性としては、来年1月の通常国会の召集、これはおそらく1月の5日か6日か7日ぐらいだと思うんですけど、召集した途端ですね、記者会見開いて衆議院を解散しますと。大義名分は憲法改正ですというふうに言って、1月の末か2月の初めに、総選挙を行うと。これが第2の可能性で、第3の可能性は来年の東京五輪パラリンピック7月24日から9月の6日までやると。そのお祭り気分が終わった直後ですね、衆議院を解散して総選挙するということですね。これが第3の可能性と。で、第4の可能性は再来年か、2021年、
これは21年の9月にですね、安倍の自民党総裁の任期が満了するということで、その前に駆け込み的に彼は衆議院を解散して総選挙に持っていくんじゃないかと、これ第4の可能性ということで、この4つの可能性のうち、私は一番大きいのが来年第2の可能性、1月通常国会召集早々に衆議院を解散して総選挙するというのが一番可能性高いんじゃないかと。それができないとオリンピックの後、9月解散、10月総選挙というこの2つでしょうね。でこういうことを絶対許しちゃいけないというのが、今日のメインテーマなんですけど、そのメインテーマの中で取り上げる東京新聞のこの記事、東京新聞でさえも、いわゆる東京新聞っていうのは、全国紙の中で一番リベラルじゃないかというふうに一般的に思われてるんですけど、実はこの程度だということで、歴代自民党政権の言う、衆議院の解散権は首相の専権事項であるということをかたくなに、この憲法違反の大嘘をかたくなに守って、このような時の政権がいつ殿下の法刀を抜くのかというような記事を垂れ流しているという典型ですよね。で野党もそれに戦々恐々としていると。そうじゃなくて、これ自体が憲法違反であると。憲法41条、国会は国権の最高機関であると。だから一番上にある国権の国会を下にある内閣の長が勝手に自分たちの都合のいい時に解散総選挙する権限なんかないんだよということをなぜ主張しないんですかね。憲法第41条っていうのは非常に大事なんですよね。それといつも言ってますように、GHQ、この日本国憲法を規範し制定した米国支配階級の代理人 GHQ マッカーサー総司令官は、この憲法日本国憲法の中にですね、基本理念を破壊するようなさまざまな仕掛けを、時限爆弾を埋め込んだと。その中の最大のものが憲法第7条の天皇の国事行為という名のもとに、天皇の国政行為そのものを文言として入れ込んだということなんですね。でその全部で10個ある憲法第7条の項目の中の2と3なんですね。2は天皇は内閣の助言と承認に基づいて国会を召集すると。第3項、天皇は内閣の助言と承認によって衆議院を解散するということで、この2つの文言がですね、他の8つの文言と全く違うんですよね。で他のものはいわゆる天皇の国事行為として象徴的な何の政治的な意味を持ってない行為として認証するとか公示するとか切除するとか等々の行為なんですけど、この2と3だけがですね、国会を召集する、衆議院を解散するという国政行為そのものの文言にすり替えられているということなのね。でこのことを誰も問題にしないと。憲法学者も何も言わないと。マスコミも当然言わないと。野党も言わないということで、ほとんどの国民がこの歴代自民党政権の大嘘ですね、憲法違反の大嘘を何の疑いもなく信じているということで、毎回野党が分裂しているとか、野党に金がないという野党の弱みにつけ込んで衆議院を解散して総選挙を強行するということであれば、バカでも勝つわけですよね。それが戦後70年間以上
傀儡政党、米国の傀儡政党、自民党が日本の政治を独占支配してきた最大の理由なんですよね。今日はその10個の理由っていうのを挙げましたけど、その中の最大の理由はそうなんですよ。それはそうでしょう。野党が選挙戦えない状況を作り出す、あるいはそういう状況を見てですね、衆議院を勝手な大義名分をでっち上げて衆議院を解散すれば誰でも勝つわけですよ。そのことを誰も指摘しないというのは一体どうなってるんですかね。ということなんですね。何でしたっけ。そっか、今日の画像ですね。今日のメインテーマの話に入っちゃうとキリがないんで、次に、2つ目の画像がオーストラリアの新聞がですね、一斉にいわゆるオーストラリア政権による報道弾圧、報道介入に抗議して、このように全ての文字をですね、黒く塗りつぶした抗議のキャンペーンを貼ったと、こういうことなんですね。今日の画像、オーストラリアですね、これ。ちょっと待ってください。オーストラリア・シドニーのニューススタンドに並んだ一面黒塗りの主要紙、これですね。これが3つ目か2つ目の画像です。で3つ目の画像がこれ、香港。警察は雨あられのごとく催涙弾を撃ち込んだと。デモ隊はひるまずじわじわと前進を続けたということで、これ田中隆作さんの現地取材なんですね。戦ってんですよ、香港の若者たちは。若者、息子を支援するために母親も戦うと、父親も戦うということで、いわゆる香港の自由を守るために香港市民は立ち上がって、このような警察による催涙弾攻撃、あるいは実弾攻撃に正面から対抗して素手で戦っていると。素手っていうのは傘ぐらいしかないですね。傘と盾、これです。から 4つ目の画像が九州ツアーが山本太郎代表のれいわ新選組のキャンペーンがですね始まって、これは鹿児島なんですけど、18日鹿児島、これは長州新聞が取材してるんですね。天候、ちょうど18日っていうとあれですよね、台風が押し寄せるという直前ですよね。悪天候にもめげずですね、たくさんの人がこのように山本太郎の熱い演説を聞きに来てるという写真です。今日の4つの画像ですね。ということで、今までのやつをアップしますね。これは先週の金曜日のメインテーマの表紙ですね。2017年からこの6年間で安倍内閣が350兆円の財政出動、
黒田日銀総裁が同じく350兆円の信用創造に日銀券をすりにすったと、合計700兆円をどこに使ったのかということなんですね。答えてみろよと。なんで今年の経済成長が 0.89% しかないのと。700兆円も国民資産を投入してにもかかわらず 0.89% っていうのは実体経済にほとんど使われないと。ほとんどが金融経済の方に使われると。株とか債券とか国債とかデリバティブとか FX とか等々に使われるから実体経済が全然成長しないんだと。こういう証拠なんですよね、これね。そして現時点での視聴者数ですね、1700名。これは結構いくと思うんですよね。このことを誰も言わないっていうのは不思議ですよね。日本に経済学者とか金融学者とか政治学者とか何人いるんですか。1万人以上いるんじゃないですかね、学者っていうのが。なんでこの辺のことを言わないのということですよね。そして第24回の根っこ勉強会、台風のため中止になりましたけど、今週の土曜日やりますということで、ぜひご覧くださいということなんですね。で、今回のはテーマ、統一テーマはなくて、各自パネラー4人がそれぞれのテーマを語ると。最初の15分ぐらいで語って、そして残りの1時間で4人がフリートークするということなんですね。で、各パネラーの問題、テーマ、天野さんが消費税増税の意味とは何かと。から大津恵子さんが首相には衆議院解散権はないんだということ。そして、三角さんが権力による警察権力ですね、あるいは検察権力による関西生コン弾圧の真相とは何かと。から私が、安倍自公ファシスト政権を打倒し市民革命政権を樹立せよという、大きなテーマに関して、取り上げるということですね。そして今日の画像です。衆議院解散をめぐる当面の主な日程と、東京新聞。なんかこういう記事っていうのは首相にですね、早く衆議院を解散して総選挙をせよというふうに誘っているような記事じゃないですか、これ。いわゆる梅雨払いをしている記事ですよね。これはなんか署名がありますけどね、東京新聞の記者クラブ、政治記者クラブのにどっぷり使った記者が書いた記事ですよ、これ。署名がありましたけどね。署名、ちょっと待ってください。東京新聞。井上俊介っていうんだ。こいつにあれだよね、公開質問状を書きますかね。なんでこんなくだらない記事を垂れ流すのかと。あんたは安倍が衆議院を解散し、大義名分をでっち上げて憲法改正を大義名分にした総選挙を是が非でもやりたいということに対して、梅雨払いしてんじゃないかと。首相にはもともと衆議院の解散権なんかないんだよと。憲法第41条を見ろよと、読めよと。そして憲法第7条の第3項が天皇の
国事行為なのかと、衆議院を解散するのが。国政行為の文言をすり替えてんだろうということを、あんた分かってんのと。分かってないでこんな安倍政権の衆議院解散総選挙の何これ、の梅雨払いをするような記事書くなということを私は公開質問状で出そうと思うんですね、この井上俊介っていうバカな記者に。日本国憲法も知らないでよくこんな記事書くなということですよね。何でしたっけ。興奮すると分かんなくなるんですね何言ってるか。今日の画像ですね。はい。で次に今日の一言ですね。これは昨日、先週の金曜日のメインテーマ。2017年以降この6年間にアベノミクスという名で総額700兆円の財政出動と金融緩和を行った安倍晋三首相と黒田日銀総裁よと3つの素朴な疑問に答えてみろよという記事の中でですね、3つですね、この6年間に700兆円もの財政出動と金融緩和をした日本の経済成長率がなぜ下記のようにこれほど低いのかということですよね。700兆円投入してなんで 0.89%、1% にもいかないというのは一体何なんだと。で2013年からこれ全部いきますかね。日本の GDP 実質成長率マイナス50か。全然ダメだ。それじゃあ2つに分けますね。2013年の4月からですよ、このアベノミクスが始まったの。財政出動と金融緩和が始まったのが2013年。その13年1年間の経済成長率がその後の6年間の中で最高だったんですね。 2.0 ですよ。それでもそして14年が 0.38 に下がって15年が 1.22、 16年が 0.61、 17年が 1.94、 18年が 0.81、 そして今年の予測 IMF0.89 と。この数字は一体何なのかということですよね。国民が朝早くから遅くまで、過労死するほど働いた結果がこれっていうのは一体どういうことなのと。細かく詰めるとめくれちゃうと、これ何なんですかね。明日も天皇、これはあれだろうね。妨害でしょうね、これ。時々こういうのが入ってくるんだよね。これが一つね。K さん、このキャストは一行コメント禁止です。ネトウヨですよ。で2つ目、これ中国ですよ。アベノミクス等々聞いたことのない中国がなぜこの6年間これほどの高度成長してんのという疑問ですよね。答えてみろよと。で13年から2019年、13年が 7.8 ですよ。
から14年が7.3、15年が6.9、16年が6.73、17年が6.76、18年が6.57、そして今年19年はトランプの仕掛けた貿易戦争によって、打撃を受ける。それでも 6.00% なんですよね。日本が 1% もなんないって言ってから6倍以上の高度成長をしている中国、なぜなんだと。この差は一体どこから来るのと、こういうことですよね。それは答えは簡単なんですよ。中国がまだ国際金融マフィア、ロシアと国際金融マフィアの支配下になってないから、国民資産が実体経済の方にほとんど使われるというからこれほどの高度成長が可能なんですよね。だから日本もかつては高度成長の時っていうのはそうなんですよ。国民資産が税金とそれから中央銀行日銀の信用創造の通貨発行ですよね。これがいわゆる実体経済に投入されたから高度成長、日本 10% とか等々の高度成長ができたんですね。でそれが1971年のいわゆるニクソンショックと言われる、全く実態を反映しないんですけど、要するにドルとそれから金の打艦をやめちゃったんですね。ということは FRB、 世界の基軸通貨のドルを発行するロシアド国際金融マフィアが 100% 支配するアメリカの中央銀行 100% 民間銀行なんですね。アメリカ政府が一株も持ってないという見事なほどのいかさまの FRB が金、それまでは FRB が保有している金の総量に信用創造通貨発行の額っていうのは制限されてたんですけど、金との打艦をやめちゃったらもう勝手に自分たちが必要な額だけドルをすりまくることができるようになったんですね。そこからいわゆる金融経済っていうのが実体経済を破壊するほど規模が膨大になったということなんですね。ニコ生賞さん、安倍のやってることは細かく見れば見るほど嘘がバレてくるということですと、そういうことなんですかね。何でしたっけ、ということで、そっか、今日の一言ですね。で3つ目、安倍晋三と首相と黒田日銀総裁とこの6年間に安倍政権が国民から徴収した350兆円の税金と黒田日銀総裁が新たに発行した350兆円の日銀紙幣はどこに使ったのか言ってみろと。安倍の350兆円というのは大企業から公務員、原発、それから海外ばらまき120兆円、それと自分たち、政治家、金持ち、大企業、ゼネコン等々ですよね。だから台風19号が襲ってきても全国80カ所の河川が堤防決壊して、10万人以上の人が浸水被害して100名の方が命を落とすという、だから防災のためには使ってないんですね。原発のために使うと、あるいは海外にばらまきに使うと、あるいは大企業の
内部留保470兆円の方に使われるということでしょう。そして黒田日銀総裁が発行した350兆円、これほとんどいわゆる財務省が発行する毎年150兆円もの国債、150兆から200兆円もの国債のを最終的には、民間銀行が一度引き受けて、民間銀行が国にお金を貸すという形なんですけど、利子付きで、民間銀行に引き取ってもらうと、引き受けてもらうということで、年間9兆円、8兆円、9兆円もの利払いに、利子をですね、民間銀行に与えてるんですね。そして最終的には、民間銀行の持っている国債を日銀が一万円札を発行することによって、回収すると、買うわけですよね。だから、金融経済の方に350兆の日銀が発行した1万円札はほとんどが金融経済の方に行くと。株価つり上げ、国債維持、そして国債の利払い、そして毎年100兆円の国債のいわゆる、国債を償還するんですね。毎年100兆円あるんですよ。今まで発行した国債を期限が10年債とか20年債とか5年債とか総額毎年100兆円の国債が期限になって、それを元本を払わないといけないという、その償還ですか、償還する国債の利払い、元本払いを国債で賄うという、借金を借金で返すと。その結果1100兆円もの国の借金に膨れ上がっているという。だからタコが自分の足を食べながら生き延びているという状態になってるんですね。ということです。今日の一言ですね。皆さんからの砂月さん、防災もインフラ再整備もやってこなかった月が、そうですよ。歴代自民党政権のいわゆる国民資産を一体どこに使ってるのかということがバレたんですね。いわゆる国民のために使ってないと。最優先事項なわけですよね。日本は地震が多いと、台風が毎年来ると。で、特に温暖化のために台風が大型化すると、あるいは凶暴化するということに対して、何の国民資産をそこに使ってこなかったツケが、今回このような大災害になったということなんですね。100年間のドルの発行をニクソンショック以降6倍印刷して銀行を助けた。金との打艦なしの統略紙幣紙ですと。打艦紙幣紙ですということですね。そうなんですよ。だからこの本ですよね。ずっと読んでた、あれ中国これか、これです。
ソン・ホンビンさんだ。ロスチャイルド通貨強奪の歴史とそのシナリオと、この中に1971年のドルショック以前とドルショック以降の各国の貨幣の価値の一覧表があるんですね。でひどいもんですよこれ。どこかな、ここに書いてある。ドルがドルがですね、フランスフランがここじゃないんだ。別のところだ。これどこだろう。1971年以前、と以降では以前の 4% ぐらいしか価値がないと。要するにすりにすったわけですからね。これだ。ここに書いてありますよ。米ドルの購買力は 94.4% 下落と。だから1971年以前の 6.4% しか価値がなかったと。からドイツマルク、これが 89.7% 下落っていうことは 10.3%、 日本の円は 16.7%、 スイスフラン 18.5% ということで、要するに打艦をやめたから自分たちが希望できる額のドル紙幣、あるいは円、あるいは各国の通貨ですねをすりにすったわけですよね。そうすると 4% とか 5% とか、スイスフランなんかは 10% まだ価値があるんですけど、要するに紙くずになっているということですね。ニコ生翔さん、これから台風19号20号両方が向かってると、異常だよと。20号と21号じゃないですか。19号はこの前過ぎたんです。ヘチさん、人工台風、人工地震、最近は本当にあるのではないかと思います。そうですよね。あるんですよね、気象兵器。ここまで多いとは人工台風、疑うねという。から砂月さん、防災もこれ読みましたね。がゆうじさんっていうんですかね。から砂月さん、打艦紙幣、俯瞰紙幣、仮想通貨どんどん危なくなる。そうですよ。いわゆる金からどんどん離れていくんですね。仮想通貨なんていうのはまさにコンピューター上のあれですからね、最悪ですよこれで。おそらくロシアの世界戦略としては、いわゆる、仮想通貨を民間にどんどんやらせて、いろんな不祥事が出てきますよね。それである日突然各国の政府が仮想通貨を禁止して、唯一政府のみが仮想通貨を発行するようになるというふうにして仮想通貨の、一元支配を狙うんでしょうね。だからそれは以前はあれですよね、民間銀行がどこでも銀行券を発行できたと。それをある日突然民間銀行の
貨幣発行権を禁止して中央銀行に一本化するということで、一元支配をしたと。それと同じでしょうね。だからどんどんいわゆる、仮想通貨を世界レベルでありとあらゆる民間銀行とかあるいは起業家に発行させて、大混乱になるわけですよね。その混乱を解決するという大義名分を持って、国に一元化して各国の中央銀行が仮想通貨を発行するというふうになるんじゃないですか。ということですね。K さん、このキャスは一行コメント、そうですね。で、砂月さん、このキャスの目的は情報の伝達、共有、ご賛同なるツイッター連携でお願いしますということで、ですね。で、砂月さん、そうですね。初めてのご覧の方へということですね。はい。から砂月さん、米国の傀儡政党自民党が戦後70年以上に今日のメインテーマですね。日本の政治を独占支配できた10の理由と、今日のメインテーマですね。からこうしている間にも通貨発行権のみが見落とされ続けるという。通貨発行権、そうですね、を問題にする人ってあんまりいないんですね。ヨーヨーさん、かぼちゃ、コンティニコイン配信ありがとうございますと。それと、吉行さん、かぼちゃよろしくお願いしますと。プラス8点。から吉行さん、今日のメインテーマですね。リツイートしてくれます。土山仁さんですね。いつもありがとう。お茶爆点とコンティニコイン2枚ですね。から YM さん、こんばんは。星の王子様、コンティニコイン2枚ですね。初耳さんがコンティニコイン2枚。から翔さんがかぼちゃプラス5点と。それから石森さん、山崎康彦、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。K さん、今日のメインテーマリツイートしてみました。から初耳さんが12345枚ですね。いつもありがとうございます。たくさんのコンティニコインですね。配信ありがとうございますと。から翔さん、コンティニコイン配信ありがとうございます。初耳さん必見ですわ。今日のメインテーマですね。10の理由ですね。から K さん、コンティニコイン、石森さん、コンティニコインお疲れ様ですと。そして今日のメインテーマ、今日の放送の前ですね。砂月さん、終身雇用制だった古き良き日本企業の外資型起業家が止まらないということですね。40歳前後に人生の分かれ目が来るという新ベンチャー革命ですね。まさに欧米型になっちゃうと。から砂月さん、レイバーネットテレビ案内、底なし沼、原発はいらないと。から砂月さん、レイ・ホイン1978年アモイ大学外国学科日本語学科卒業し、在学中から長く教育翻訳に関わってきたと。88年、東京外語なんだ。留学し、戦後日本文学を学ぶと。私が卒業したのが1871年ぐらいですから、全然あれですね、十何年後ですね。天皇の官僚とこの女子ですね、レイ・ホインさん、本沢二郎さんの日本の風景に出てくるんですかね。田中龍作ジャーナル、香港デモ隊の砦に玉水の文字、今日私も取り上げましたね、この記事。社説、知事訪米、米を動かす戦略と行動と琉球新報ですね。これはデニー沖縄県知事が訪米して、辺野古基地反対の話をアメリカ政府およびアメリカの政治家あるいは世論に訴えたということでしょうね。世界がひっくり返ったマスコミが載らない海外記事と10月20日サウジの終わりの始まりと。
それと22日に即位式、日本の市民団体安倍首相憲法改正に利用する恐れと、反撃ですね。まさに利用ですよ。から日本の福島放射性汚染物質がまたもや流出と、廃棄物入った袋が川に流されるということですね。はい。ということで次ですね。電波の状態が悪く途切れ途切れにしか見れませんので途中で失礼しますと。電波の状態がなんか悪いんですかね。電磁波ですかね。ニコ生翔さん、コンティニューコイン2枚ですね。干ばつ地帯にミサイルで雨降らせるとか気象も操作できんじゃないのって。気象兵器ですよね。ということで今日の次は今日の座右の銘、座右の銘ちょっと時間がないんで今日は省略ですね。明日ですね。そして今日の注目情報、これは注目なんですね。父石井紘基民主党衆議院議員は誰になぜ殺されたのかという娘の石井ターニャさんの独占インタビュー記事があったんですね。これ結構古いんですよ。2004年10月11日市民新聞アクト277号ですから、石井紘基さんが2002年の10月25日に殺されて2年後ですね。ターニャさんのインタビュー記事が載ってましたので、それを書き起こしたということなんです。ということですね。ターニャさんの話、父が調べていた5つの事項、5つの政権下ひっくり返る大問題ということで、父が殺されたのは2002年10月25日と、それから2年3回忌を迎えようとしていると。犯人とされる、被告に対して、無期懲役の一審判決が今年6月18日にあったと。伊藤秋水とかいう一人右翼なんですけど、彼女の話だと、ターニャさんの話だと、まさに心臓を一突きで、全部の血液が流れ出たというほど一発で仕留めてるってことはもうプロだと。だこの伊藤白水っていうのはそんな殺人のプロではないということなんで、いわゆる本物の犯人は別にいるという話なんですね。で残念ながら裁判で事件の真相が明らかになることはなかったと。今一番悔やんでいるのは、最後の1年私は民間企業で働いていたので父の側に入ることはできなかったと。私が秘書を続けていたら事件直後に何者かが奪っていった大切な資料のことや誰かに狙われていたことに気がついたかもという自責の念があって、今では私の心的外傷後ストレス障害 PTSD の一つの要因になっていると。肉親の凄惨な姿とその痛みを目の当たりにすると自分の痛みとして受け止めてしまうと。同時に自責の念からも逃れることができないと。記憶を閉じ込めたりする症状も起こり、この2年間母も私も言葉では言い尽くせないほど複雑な思いで生きてきたと。それはそうですよね。で犯罪被疑者という当事者になって私自身改めて実感していることですと。亡くなった父が事件の直前まで調査していたことは、1、闇金を含めた
金銭問題、2パチンコ問題、3産業廃棄物処理問題、4警察の特殊法人問題、5歴代首相の裏口入学斡旋問題や大物政治家のマネーロンダリングのことだと。でいずれも我が国でタブー視されている問題ばかりと。その中には日本がひっくり返る問題が含まれていると母には話していたようですと。これで小泉内閣と取引できるって、実際何かの取引に行ったようですが、詳細は調査中ですと。取引というと何か悪いイメージがありますが、父の場合その材料と引き換えに他の資料を出させたりすることがあったそうです。事件の1週間前の10月19日、父は経済に詳しいある知人のところに足を運んでますと。その時の父はまさにすごい軽装で駆け込んできたのだそうですと。父は車につけられていると、追い回されていると言っていたそうですが、父を殺したというので逮捕された被告人は伊藤博士ですねは原付オートバイしか乗っていませんと。ですから被告とは別に父を狙っていた人たちがいた可能性も感じますということですね。で犯人が奪った手帳とスキャンダルの資料と、父はその一つだけ、A4 ほどの封筒を持っていて、その中のF 銀行の子会社のスキャンダルに関する資料をその知人に見せて、同じような資料はないだろうか、できれば探してほしいと言ったそうです。これは10月28日の衆議院財務金融委員会での質問準備だったようですが、10月25日の事件当日昼過ぎにはその関連で自民党のある議員に会う予定でしたと。その方の安全を考えてここで詳しいことは申し上げられませんが、父からその日待機しているように言われていたそうですと。そして事件は午前10時半に起きますと。10月25日のお昼というのは一つのタイムリミットだったとも言えますと。父は衆議院災害対策委員長になったばかりで、質問させないための口封じだとも言ってましたが、当日は公用車に迎えに来てもらう予定でしたと。そのことを事前に知り、衆議院、車両部というのはある政党のコネで入ってきた人が大半を占めてますと。これはおそらく公明党じゃないかと思うんですね。で犯人は人通りも多く警備もいる国会周辺で待ち伏せするより、父が自宅から出かけるその時最初から狙っていたのかもしれませんと。家には警備もいませんし、人通りもない静かなところで、そういう意味では狙いやすい環境ですと。父が家を出るとき、ドクターバッグのような大きなカバンの中にどっさり資料を入れて持っていましたと。一番大事な宝物はいつもその中のカバンの中にありました。ところが不思議なことに、事件後そのカバンの中身と携帯していた手帳がなくなってたと。運転手の目撃証言では、犯人は犯行後自分のカバンを開けていたとあります。もしかするとそれは父のカバンを物色していたのではないかと。父は殺された時カバンを持っていた指が取れそうなほど切られていました。文字通り死んでも離さなかったのかもしれませんと。犯罪の動機にも関わる重要なことなので、今後ぜひとも検証していただきたいと思っていますと。から残るさまざまな疑問と、父の死の真相究明を望みますと。その他にも事務所や自宅に残されたものの中には大事なものが驚くほどなくなっています。父は大切なものは一つに人をまとめにして人に見られる可能性のあるところには絶対に置きませんでした。それは告発者の安全を守るためにもですと。告発者という時は人も連れず一人で会いに行き、その姿勢が告発者から信頼される理由の一つです。また中途半端な追及では告発者に危険が及ぶため徹底的に追及しましたし、その準備が完了するまでは誰にも調査内容を
明かしませんでした。当然のことですが、調査には大抵横やりや妨害が入りますので、内密に進めるものですと。仮に事件の直前、調査していたものの写しを誰か知人に渡したとしたら、その知人が怖かった口をつぐんでしまっているのか、実際父の仲間で狙われたという人の話も聞いてます。もし本当に被告の短絡的な犯行だったとしても、残された資料が誰かにとって都合が悪いから隠したということもあるかもしれないし、なぜ手帳までなくなっているのか、父を付け狙っていた人たちとは一体誰だったのかなど、さまざまな疑問が残りますと。警察が積極的にやらないのは何か意図があるんじゃないかと疑われても仕方がないと思いますと。確かに父は警察の利権も調べて、いた関係で警察に嫌われていたかもしれませんと。父自身警察に手をつけたらやられると言っていたことを思い出します。手帳や資料が出てこない、取り上げられずに無視されている問題とは関係がないものと信じたいです。また犯人像についても、運転手が見た人と高尾山で被告が目撃された時では印象が全然違ってますと。運転手は端正な顔立ちで、顔の色艶が良くてきちんとした感じだと。しかし数時間後、高尾山でバスの運転手が被告を見た時はひげが1週間も剃ってないような状態で、疲れた感じだったと。事件から数日後の早朝、運転手が犯人について証言しているような人相の人物が家の様子を見に来ていたのを私は見ましたと。確かに被告にも人相が多少似ていましたが、武道をやっていそうな人で、私が気づいてすごい目でしばらく睨まれましたと。ものすごく怖かったことを今でも覚えてますと。私は被告とは事件前から面識がありますと。私にはわずか1分前後で確実に命を狙うようなプロの犯行の被告が犯行をあの被告ができるとは到底思えないと。誰もが認めるあの手際の良さは本当のプロの犯行と。被告の言っていることは不審な点や辻褄が合わないことも多く、動機もコロコロ変わる。でも一つだけ変わらないことは、僕が一人でやったということ。ある人が言ってましたが、逆に変わらない部分というのは怪しいのだそうです。私は真犯人は別にいると確信しています。犯人とされている被告に身代わりになるように吹き込んだ人たちがいると。とにかく父は今調査している問題は本当に政権与党がひっくり返るものすごいもんだと周囲の人たちに言っていたそうです。政権がひっくり返るというほどだけに、それは相当なことだったと思います。総選挙を翌年に控え、その年の最後の国会で取り上げようと思ってたのでしょうと。父がいなくなってからは居眠り国会と言われたほど静かなものになってしまいました。父が追及しようとしていたいくつかの問題に対してさまざまな勢力が2002年10月25日に向けて、集結したんではないですかと。彼らが裏でつながっていて協力して父を殺した、いろんな話をつなげていった末に出てきたら、この家庭の話も今の日本の政治とその裏社会では残念ながら可能な話なのです。こういう内容ですね。すごい内容ですね。ということです。今日の注目情報ですね。この市民新聞アクトっていうのはこの号で廃刊になっちゃったんですよね。これはフロントっていう審査役の機関紙的な役割をしてたんじゃないですかね。それで今でもこのアクトは
ウェブサイトはまだ残ってるんですね。この URL を見れば全文ではないですけど読めるんですね。全文は今回、書き起こした部分です。これは非常に重要なんで、明日のブログ記事で配信したいと思うんですね。現在もう1時間5分ですね。ちょっと、急がないとダメですね。で、今日の推奨本、ジム・ロジャーズさんの第38回目ですね。第3章、アメリカ、中国、朝鮮半島、これが変化の星だと、今日は変化の触媒を見つけるというところですね。3ページですね。マイナス16なんだ。ここですね。はい。これ読みましょう。今日の推奨本の朗読です。これです。ジム・ロジャーズさん。日本への警告と。読みますね。変化の触媒を見つけると、ここまで私の目から見える世界の変化について話してきたと。最後に変化を見極めるコツについて説明しておこうと。私の投資手法は大きな変化を捉え、ファンダメンタルズに忠実に動くというものだと。つまり変化を見極めることは私にとってある種の習慣であり、投資家として常に試みてきたと。大きな変化とは3年ごとに起こるようなものではなく、10年に一度あるいは100年に一度の大きな変化のことだと。そうした変化に出くわすのは難しいと思われるかもしれないが、私はよく遭遇していると。なぜならば触媒を捉えるように努めているからだと。何かが変化するときには必ず触媒が存在すると。例えば政府の数億ドル程度の補助金は触媒になり得る。この程度の規模の補助金は一般の人々にとっては影響がないが、その業界の企業からするととてつもない追い風となることがあると。ここに投資のチャンスがあるのだと。これまでに本書で触れてきた国々についてもさまざまな物事が触媒となって変化が起きていることがわかると。アメリカではトランプ政権による保護主義の強化、キム・ジョンウンの登場による朝鮮半島の南部統一に向けた機運の高まり、ロシアのプーチンによるウラジオストックを中心にした極東への投資、また大きな変化をつかむには小さな変化に目を向けなくてはならないと。例えばキム・ジョンウンによるスキーリゾート建設のニュースはミサイル発射のニュースよりも小さく扱われた。なぜならそれは小さな変化に過ぎないと世間は軽視していたからだと。しかし私にとってミサイル発射よりもスキーリゾートの方がより重要な変化に見えたと。この理由はすでに記した通りだが、報道で大きく扱われるかどうかはあまり重要なことではないと。新種の新聞の片隅に掲載されるような小さな変化の方が重要ということは少なからずあると。小さな変化に気づいたならその変化の背景を探ってみようと。そしてその小さな変化が積み重なってトレンドになればどのような大きな変化がもたらされるのかを想像してみるのだと。その未来予測が当たる確率はどれだけ小さな変化に気づけたかによると。変化には良いものもあればそうでないものもあることは覚えておいてほしいと。アメリカの場合トランプ政権の誕生は触媒であり紛れもなく大きな変化となったが、それは保護主義の
強化という形でアメリカにとって悪い結果を生み出そうとしていると。日本の状況についても第1章や第2章でお聞きした通り、少子化やアベノミクスが触媒となり、日本をより難しい状況に導いていると。一方、ロシアはプーチン大統領が触媒となり、投資先として最低だったロシアに変化をもたらそうとしていると。ロシアに起きているのはまだ小さな変化に過ぎないが、数十年後に起きる大きな変化の前触れはすでに起きていると考えていいだろうと。長期混乱状態だったコロンビアにおいても麻薬合法化という触媒が変化を起こそうとしていると。このような変化の触媒をつかみ、歴史上これまでに起きてきた変化と照らし合わせることで未来を予測することは可能だと。そして変化の中にポジティブな動きがないかを注意深く分析することができれば、あなたはより良い人生を歩むことができるだろうという。これはなかなか彼独特の変化の触媒を見つけると。から小さな変化、新聞報道の片隅にあるような小さな変化をも見逃さないと。それを触媒として見抜くということですね。なかなか参考になりますよね。ということで、これで第3章が終わって、明日は第4章。家族とお金を守るために私が学んだ5つの成功法則というなんかノウハウものですけど、これを読む予定です。ということで、あんまり時間がなくなりましたね。1時間と11分で37名様、全体で124名様、コメント39件ですね。それで今日のメインテーマですね。米国傀儡政党自民党が戦後70年間以上にわたって日本の政治を独占支配できた10の理由ということで、10あるということですね。主な理由は以下の10であるということで、1、自民党は戦後の日本を植民地支配するために米国支配階級が作った傀儡政党であり、米国支配階級から日本の政治を独占支配するための全面支援が常に保障されているからだと。2番目、米国支配階級は戦後に免責した戦争犯罪人、昭和天皇裕と岸信介などの政治家、軍人、国家官僚、財界人、特攻官僚、報道陣、カルト宗教家、右翼らをそっくりそのまま自民党に再結集させて、1955年ですね、戦前の支配体制を復活継続させたからであると。4つ目、米国支配階級は戦前の軍事独裁、カルト宗教天皇制の名前を戦後象徴天皇制に変えたと。そして軍人天皇から平和天皇に 100% イメージチェンジさせた昭和天皇裕仁を再び天皇制のトップに据えることで日本国民の思考を停止状態にしたんだと。だから日本人にとって特に戦前っていうのはもう天皇制っていうのは、天皇っていうのはもう絶対的な存在なんで、それに対して批判するとか、あるいは考えるっていうことは思考停止状態になるわけですね。だから戦後もそれが続いているということで、象徴天皇制という話になると、日本人は思考停止しちゃうということなんだね。から5番目、米国支配階級は表向き民主的近代的な日本国憲法を規案施行したが、その中に、基本理念としての主権在民とか民主主義とか反戦平和とか個人の自由と基本的人権の尊重とか隣国との平和共存を破壊する時限爆弾を巧妙に仕掛けて、傀儡政党自民党による政治独裁支配を可能にしたということなんですね。だから、いつも言ってますように、日本国民のほとんどは日本国憲法の表の
いわゆる一見、民主的、近代的な5つの理念、しか見ないと。実はその中に、マッカーサーが仕掛けたですね、巧妙な時限爆弾があるんですよと。その最大のものの一つが天皇制であり、から2つ目が後で、先ほど言いましたように憲法第7条の2項3項の天皇の国事行為の名の下で国政行為の文言をすり替えているということとか、あるいは憲法第6条の2項で、天皇は内閣の任命に基づいて、最高裁長官を任命できるとかですね、三権分立なんていうのはもともとないんですよね、日本国憲法に。から議員内閣制という一見民主的な印象を持ちますけど、実はものすごい独裁的な制度なんですよね。いわゆる衆議院の過半数の議席を取った総選挙で取った政党の代表が自動的に内閣の総理大臣に任命されるということで、その時点で2つの国会と内閣を一人の人間が独占的に支配管理するようになるんですね。でプラス日本国憲法のさっき言いましたように憲法第6条の2項で、天皇の名において内閣総理大臣は最高裁長官を任命するということで、ですから司法最高裁をも内閣総理大臣が支配するということで、3つの国権を全て一人の人間が支配するという、まさに独裁政治そのものを可能にするのが議員内閣制なんですよね。それを最大限悪用しているのが今の安倍晋三だということですよ。から12345、これですね。米国支配階級は日本国憲法第7条天皇の国事行為の第3項の文言、天皇は衆議院の解散を公示すると、これがそうなんですよ。天皇の国事行為の文言というのは、天皇は衆議院の解散を公示すると、ただ宣言するとか公示するというのは、国事行為なんですけど、それを天皇の国政行為の文言、天皇は衆議院を解散するに巧妙にすり替えたんですよ、マッカーサーは。そして傀儡政党自民党の首相に衆議院の解散権を与えて、常に、総選挙で勝利するように仕組んだんだと。そりゃそうですよね。衆議院の解散権を首相が持っていれば、自分たちに有利な時を選んで勝手に衆議院を解散して総選挙すれば勝てますよね。から6番目歴代自民党政権は学者とマスコミを使って衆議院解散権は首相が持っていると憲法違反の大嘘をつかせて国民を洗脳して、自分たちに有利な時を狙って衆議院を解散して総選挙を強行して常に勝利してきたということなんですね。から 7つ目の理由、歴代自民党政権は電通と NHK とマスコミに高い内閣支持率と高い自民党支持率をでっち上げさせて、報道し、総選挙で自民党に投票させるように誘導したということですね。だから常に今みたいに、安倍自民党が 56%、あるいは日経新聞は 59% の支持をあると、あるいは自民党がの支持率が 42% で立憲、民主党が 5% とですね、圧倒的な内閣支持率とそれから自民党支持率をあたかも客観的な世論調査の結果として出ましたよというのを NHK はじめ、日本のマスコミが報道すればですね、そうなのかと、あんまりいい政治は
政治をしているような印象は持たないけど、でも国民はそれでも安倍政権を支持してんだなというふうにみんな洗脳されて、自民党に投票するという仕組みになっちゃったんですね。それから8番目、歴代自民党政権は自民党別動隊である松下政経塾出身の野田佳彦や前原誠司などで、また自民党離党組の小池百合子らの偽装野党政治家を使って野党分断工作を仕掛けると。そして野党が弱体化した時点で衆議院を解散して総選挙を強行すると。そうすれば勝利するのは当たり前だということですね。から9番目、歴代自民党政権は355万人の公務員に国民の平均年収の 1.76 倍ものダントツ世界一の高額年収を税金で保証すると、買収するわけですね。で、政権批判を封じると。で、選挙で自民党に投票させてきたということなのね。だから自民党というのは税金を使って公務員を買収してきたと。だから公務員はこれほどひどい安倍自公政権の政策方針にほとんど表立って批判しないようになっちゃったんですね。で10番目、歴代自民党政権は政権与党の持つあらゆる権力と利権特権を企業、大企業ですね、から業界団体、利益団体、あるいは宗教組織、あるいは労働組合、等などに分配する見返りに、組織選挙でですね、自民党に投票させてきたというこの10個がなぜ先進国と言われる国で傀儡政党自民党が例外の 2回を除いて常に日本の政治を支配してきたという理由っていうのはこれ以外ないんですね。他の先進国ではありえないことが日本ではこの10の理由によってありえるんですね。それで、2つの政権交代にしても2つともいわゆる元自民党の人間が非自民なんですね。非自民、非共産の政権交代をしたということですね。細川にしても小沢一郎にしても、あるいは鳩山幸夫にしても全部元自民党なんですよ。純粋野党が韓国なんか3回、キム・テジュン、金大中、あるいはノムヒョン、そして今の誰でしたっけ、フン・ジェイン大統領は 100% 野党なんですよね。元の与党から与党を脱党して、野党に寝返った人じゃなくて 100% 野党の大統領が3人も政権交代しているという本物の政権交代なんですけど、日本の場合は偽装の政権交代で結局裏切られてきたということでしょう。ということで、今日のメインテーマはちょっと時間がないんでタイトルぐらいしか書けないですけどね。10個あるよとですね。24分、30分で切れちゃうのかな今日。1、自民党自体が米国支配階級が戦後の日本を間接支配、植民地支配するために作った傀儡政党であると。だから全面的に米国支配階級からの援助があるんですね。から2つ目、戦後の傀儡政党自民党っていうのは戦前の支配
体制を継続させ復活させたもんですから、もともと強いんですよ、支配体制が。岸信介を先頭とするような GHQ が免罪免責した昭和天皇岸信介、あるいは特攻官僚、あるいは軍人、国家官僚、あるいは財界財閥人、ジャーナリスト、右翼、カルト宗教等をそっくりそのまま継続復活させたから強いんですよね、もともとね。それから戦前の軍事独裁カルト宗教天皇制の名前を変えたんですね、象徴天皇制で。軍人天皇から平和天皇に 100% イメージチェンジさせた昭和天皇裕仁を新たな天皇制のトップに据えることで、日本人の思考を停止させたと。日本国民の思考を停止させたということですね。それから表向き民主的近代的な日本国憲法の基本理念を破壊するような時限爆弾を巧妙に仕掛けたということで、ですから天皇制批判もほとんどの人がしないと。それから天皇の名において、最高裁長官を任命できる権限を内閣総理大臣に与えることに対してもおかしいと思わないと。で、特にこれですよね。憲法第7条の第3項の文言をすり替えたんですね。いわゆる天皇の国事行為の文言を国政行為の文言にすり替えて、誰もそれに関して批判しないと。日本に憲法学者っていうのはおそらく数百人いると思うんですけど、一言も言わないですよね。これ何なんだろうね。タブーなんですかね、あるいは気がつかないんですかね。だからマスコミに、首相が衆議院の解散権を持っているという学者、憲法学者とマスコミを使って、そのような大嘘をつかせて国民を洗脳して、毎回自分たちに有利な時、衆議院を解散して総選挙してきたから、必ず勝つんですね、ほとんどの場合。そりゃそうですよね。それから世論調査ですね。高い支持率、内閣総理大臣、内閣支持率と自民党支持率をでち上げて高くするということで洗脳してきたと。から偽装野党政治家を使って野党を分断したということで、野党が弱体化した時を狙って必ず、総選挙を仕掛ける、衆議院解散して総選挙を仕掛けると。だから今回もやるでしょうね。すでに動いてるんでしょうね。か
から公務員を買収すると、世界一ダントツの国民の平均給与の 1.76 倍というダントツの高収入を与えることによって、言うことを聞かせ、そして投票させると、歴代自民党で、最後は歴代自民党政権が持っている独占している利権特権、あるいは権力、国家権力を総動員して、総選挙に臨むということなんですね。だから勝つのは当たり前だ。これが10の理由なんですね。ということです。30分、ちょうど30分ですけど、まだいきそうですね。平気そうですね。今日のトピックス、表現の自由、報道の自由訴え、一面黒塗りとオーストラリア新聞各紙ということで戦ってんですね。そっか。それの関連記事、これ東京新聞の野党がピリピリしてるとかなんか誘導するような記事ですよ。それから毎日新聞、最新の内閣支持率横ばい 55% ですって。嘘言うなと。これほどの悪政を繰り返し、そして、災害に対して、一切対応できない、政権に対してなんで 55% の支持があるのかということですよね。で、オーストラリアの新聞各紙が一面黒塗りで抗議しているということ。それから香港でもですね、これ田中隆作さんの記事ですね。それから東京五輪で、旭日禁止を求めるホワイトハウスへの議論が反響と、約7万人の賛同を集めたという。10万人集めれば議会が何らかの対応をするということらしいですね。旭日旗を東京オリンピックで、使っても認めるということを IOC と日本のオリンピック委員会が認めたんですね。それに対する反対署名運動ですね。請願、これはリコードチャイナというサイトですね。中国系のサイトですね。それからギャラッププラス 4%、リアルメーターマイナス、ギャラップがプラス 4%、リアルメーターマイナス 4% でね、ムン・ジェイン大統領の支持率の推移で、2つの世論調査機関の結果が分かれたということで、リアルメーターはチェ法務長官が辞任した後を受けて支持率がプラス 4% になったと。リアルメーターですね。でもギャラップは不支持率か、支持率の推移真逆になったということで、ギャラップは逆に 4% 減ったという逆の結果になったというんですね。それから長州新聞、これですね、画像でお見せした九州キャンペーンが山本太郎令和新選組代表の
キャンペーン、選挙キャンペーンが始まったということで、長州新聞ずっと細かいフォローしてるんですね。から中東に自衛隊派遣、わざわざ速報の不可思議ということです。そうなんですね。速報でこの情報が流れたんですね。中東に自衛隊派遣と。だからこれはもう完全に官邸筋がスピンアウト、スピンのために菅原というなんか通商産業大臣のスキャンダルで、国会が集中攻撃していると、野党がしている中で、これの情報を速報で流してスピンアウトするという目的があったんだろうというのが日韓現代ですね。そして、今日の重要情報、即位パレード延期は天皇の意向と。官邸は台風被害無視で強行するつもりだったなのに、証明した途端延期した途端、安倍首相の判断と PR ということで、あいつららしいですね。情報操作してるんですね。ということで、あれ30分で終わらなかったですね。今日も1時間34分、96分51秒ですね。視聴されている方は37名、全体で152名様、コメント64件ということでしたね。ということで、今日の月曜日の放送はこれで終わりです。非常に遅くなりました。もう真夜中ですね。0時17分ですね。申し訳なかったですね。ということで、お疲れ様でした。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただきましてありがとうございました。明日はちょっと早く始めたいと真剣に思いますので、またよろしければ合流してくださいということで、お疲れ様でした。今日月曜日の放送はこれで終わりです。終了します。